皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ラサール石井氏をはじめとして震災対応にデマを流しまくっている、もしくは間違い発言や人々を誤解させるような情報発信をしている人たちに対して検証していこうと思います。震災のような大きな出来事があると、とにかくやたらめったら事実とは異なる主張を行って、それが賛同を得ることがあります。それは多くの人々の不安につけ込むような形で間違った情報を広める行為であり、これを一つ一つ正すことが非常に重要です。そうでなければ、衝撃的であればあるほど、もしくはそうだなと思う人が増えれば増えるほど、間違った情報がさらに拡散され、多くの人々を惑わせ、事実とはかけ離れた方向へと多くの人々の行動を導いてしまうからです。ましてや、日頃から繰り返し間違った言動をしている人に対しては、これを要注意人物として記憶する必要があるでしょう。そのような人物が拡散している情報をまた二次的に広げる活動に手を貸さないということも重要なのです。それでは、ラサール石井氏がどのようなことを言っていたか見ていきましょう。岸田総理の X でのアカウントでの発信。被災地では寒い北陸の冬と長引く避難生活により心身ともに辛い環境が続いています。また、インフラの復旧や住まいの確保にもかなりの時間がかかります。自らの命と健康を守るため、ぜひホテルや旅館などへのより安全な環境へ積極的な二次避難をお願いします。これに対するラサール石井氏がこのように批判を展開しました。被災者にそんな金あるか。だったらあんたが金を出して旅館やホテルを借り上げ避難民を移動させろ。五輪誘致のアルバム作りみたいに長谷知事に官房機密費から金出してやらせろというような批判を行っています。しかしこれは全く的外れで、しかも多くの人々に誤解をもたらすような言動でもあります。岸田首相がここで言っている二次避難が一体何を意味しているかといえば、一次避難をしている人たちに対する避難の呼びかけです。じゃあ一時避難とは何かといえば、地区にある集会所や体育館など、いわゆる公共施設が避難場所として機能しており、そこにすでに避難している人たちに対して行政が用意した旅館やホテルへの避難施設の移動なのです。ですからラサール石井氏の発言というのは、あたかも旅館やホテルに自腹で避難を呼びかけているようだと総理を非難していますが、全くの的外れで、しかもそのような誤解をまき散らすという意味で、避難をしている人たちが行政が呼びかけたホテルや旅館に入るとお金を取られてしまうのかと、より安全で支援しやすい場所への移動をためらってしまう、まさに妨害行為だと言えます。このような主張を大いに拡散しているのが、例えばこちらのようなアカウント。二次避難のホテルや旅館って被災者支払い？国が借り上げしてるのかと思ったよ。本当にケチだよね。多くの自国民に税金使いたくないんだね。といった具合にして、一つ属性の名前が入っています。国政政党である令和の信徒たちは、こうした政府批判を何の検証もせずに大いに拡散し、誤解をばらまき政府批判に悪用しています。他にもこうした言動に影響を受けた人の中には、完全にそうだと思い込んで批判を展開している人なども見られます。お願いだからお金のことで一度も地獄を見たことのない人に政治家を、ましてや総理大臣をさせてはならないという法律を早急に作ってもらえない？被災者にホテルや旅館へどうぞってどれだけずれてるんだという話。こちらもまた完全に被災者が政府が呼びかけたホテルや旅館への避難を全否定しています。それでは岸田総理が一時避難先である集会所や体育館などから二次避難先へと移動を呼びかけたホテルや旅館の手配状況はどうなっているのでしょうか。こちらは NHK で報道されていた内容を引用します。石川県内で1月11日時点で2万3000人を超える人々が市や町の避難所で避難生活を送っています。これに対して政府対応としてホテル、旅館、フェリー、青年の家などが石川県、新潟県、富山等で全部で2万5000人分が確保されました。内訳としては、石川県が205施設6089人分、新潟県が65施設1491人分など、富山県、福井県、岐阜県、滋賀、長野、そして少し場所は離れますが、三大都市圏などでも避難を受け入れる準備が進められています。ですから、まずは数字上であったとしても、
石川県の体育館や集会場などを避難先としている人々にもっと支援しやすいような被災地の外にある場所へと避難先が一応用意されているのです。こうした避難先の施設利用料は税金で支払いを行い、被災者自身は無料で利用できます。施設の情報や申し込みの手続きなどは石川県の災害対応の公式サイトより詳しくは情報を見てください。そしてこれはあくまでも仮設住宅までのつなぎとなります。観光施設である旅館やホテルは永続的に人々が暮らすためのものではないからです。しかし仮設住宅は一朝一夕にできるものではありませんから、こうした一時避難先から二次避難、そしてその後の仮設住宅といった具合にして段階が上がっていくのです。ちなみに旅館やホテル、その他賃貸住宅や公営住宅、様々なものを総動員して避難先が確保されていくわけですが、フェリーも利用されています。能登半島の北側では港が使えなくなっているところも多いのですが、能登半島の東側では大型船も入港できる港があり、フェリーが活用され始めています。フェリーにはお風呂や洗濯、そして安心して眠れる場所があることから、一時避難から二次避難へと移る要素を満たしています。そして、なぜ能登半島の北側では船を使っての被災者救援や物資の搬入などができなくなっているかといえば、地震の影響により海底の地形が全く変わってしまったからです。こちらがその中でも最もわかりやすい写真だと言えるでしょう。能登半島の北側では海底がせり上がってきました。産業技術総合研究所産総研の現地調査によると、最大で4メートル近く海底がせり上がってきたのです。この写真は現地からのものなのですが、一見すると生成 AI で作られたものかなと疑うほどの光景です。港のかつては船が接岸していた場所が完全に陸地となっています。港そのものがもはや機能しなくなっている状態で、このような場所には漁港としての機能は全くなくなってしまいました。ただ、こうした海底の隆起によって津波の被害はある程度抑えられたという面もあります。震度7の最も大きな震度が観測されたその時点においては、津波の高さは5メートルに達するだろうという予測がされました。しかし実際には1メートル程度の津波に収まったのではないかと言われています。そこに影響しているのがこの海底の隆起です。4メートルせり上がることにより5メートルの津波のうち4メートルをせき止めて、その上側の1メートル部分だけが住宅地に押し寄せたというわけです。これはあくまでもたまたまの例ですが、それだけの大きなことが一瞬にして起こったということを知るのには良い情報でしょう。物の見方というのは非常に重要で、個別の事案について評価していくことがものすごく大事となります。今回の話として、おそらくこのような事実とは全く異なる政府批判をしている人たちというのは、そもそも政府のすることは全て悪いんだという思い込みから、事実を無視して自分の作ったストーリーに合わせて政府批判を行ってしまうことが考えられます。ですから政府が借り上げたホテルや旅館への避難誘導に対して、お前が金を出せやみたいなことを言い出して難癖をつけるわけです。岸田総理の個人の資産でホテルや旅館を借り上げるだけで税金を使わないというのであれば、それはそれでほとんどの人が二次避難ができなくなるだけで多くの人々が苦しむだけです。よっぽど的外れな意見だと言えるでしょう。また、このように税金で被災者のための避難先を確保することに対して、もしもそのこと自体を非難するというのであれば、それは全く間違った見方だと思います。被災者支援は人道支援であり、このような人道支援そのものを否定するという考え方は、それ自体が私はあってはいけないような考え方だと思います。国家が困っている人たちを助けるために税金を使うことを否定する、そのような考え方は私は悪意のある発信だと思います。ラサール氏の場合だと、そうした税金をこんな被災者支援に使うなと言っているわけではないでしょうが、中にはそのように便乗して発信する人もいずれは現れるだろうと私は思っています。特に政府の使うお金は何でも間違った使い方だという思い込みが激しい人の場合だと、人道支援も全てが全て誰かが税金を躊躇するためだろうとしか考えられなくなっている人もいるからです。
もちろん税金の使い方を一つ一つ精査してやたらめったら中抜きされて、せっかくお金をかけたのに全く誰の役にも立ちませんでした。それで一部の業者だけが私腹を肥やしましたみたいな構図は避けなければなりません。しかし全体の話として今すぐ急いで避難場所を確保しなければならない、そのためにお金がかけていることに関してこれを非難するというのも筋違いというものでしょう。また震災というのは多くのデマといったものが流れることもあり、それらに対して惑わされないことが重要です。例えば代表的なものとしては、震災対応として岸田総理が現地に入らないのはなぜかといったことが非難の対象となっています。しかし現場が混乱している状態の時に現地を視察するということは、その分だけ現地の負担が増えてしまいます。そのことが全く理解できない人たちは、安全なところでぬくぬくと命令だけしていて、現地の人々の心を何も考えていないみたいな話をするわけですが、これは実際に役に立つか立たないかという話と、自分の考える理想的な姿みたいなものを全く混同しています。東日本大震災の時に、福島第一原発で現場対応に当たっていた職員がまさに大忙しだった時に、当時の菅直人首相は現地視察を行い、現地対応の指揮を執っていた所長をはじめとして多くの職員たちの手間を取らせて時間を奪って作業を妨害し、悪影響しか残しませんでした。ところがこれを未だに称賛する人がいます。これら称賛する人々は素早く行動したなんて素晴らしい行動力みたいなことを言うわけですが、その行動力が大いに現場の人たちを疲弊させ妨害したという事実を全く無視しています。同じような話で今回岸田総理について言っても、まだまだ現場の業務が完全に回りきっていないような時に行くのは私はちょっと違うと思います。ただこれもあくまでもタイミングの問題で、誰が何をするかといったことがもうある程度決まりきった行動としてルーティン化し始めると、現地の職員たちにも余裕が生まれますから、現地視察の意味は出てきます。ですから、この動画を撮った後ぐらいであれば、首相や政府行政のトップや、もしくは国会議員のそれぞれの政党の代表者たちが訪問し始めるというのもタイミングとしてはそろそろありでしょう。そして最もくだらないことをやっているなと思えるのは、天皇陛下の言葉を悪用する人々です。天皇陛下も震災に対する疑問についての意向を示しています。ただしこれは今すぐという話ではなく、震災対応である程度現地の職員たちが余裕ができてからという話をしているのですが、天皇陛下が慰問したいという話をしているぞ、岸田総理はそれにもかかわらずやっぱり仕事を怠けているから今言っていないんだみたいな批判をする人たちがいます。天皇陛下はあくまでも折を見ていきたいという話をしているのであって、先ほど求めたような現地の人たちを邪魔するために行きたいわけではありません。そのあたりのことを勝手に曲解してねじ曲げて政権批判に悪用しようという形にしているのは本当に下水なとしか思えません。政府の問題のある行動に対して批判するのはわかりますが、そもそも事実無根であったり間違った主張をもとにした批判というのは全く見苦しい限りです。そしてそのような言動に引っかからないようにすることも皆さんぜひともお気をつけください。というわけで今回はラサール石井氏の全く間違った的外れな見当違いな発言について取り上げました。今の政権に様々なところで問題点があることは確かなのですが、だからといって何でもかんでも事実無根な話で批判すればいいというわけではありません。物事を0か100で完全に分け切ってしまって100点じゃなければ全て0点だみたいなものの言い方というのはあまりにも雑でろくでもない主張だと思ってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。